1月26日、あれから1年の月日が経ちました。突然やってきたコービーとの別れは、当時すぐには受け止めることができませんでした。未だにいなくなってしまったことが信じられないほど、あなたが残したレガシーは今もなお心の中で生き続けています。I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. マイケル・ジョーダンを超えて若くして死にたい。常軌を逸した情熱に突き動かされ、コービー・ブライアントは18歳で NBA にやってきました。始まりから全てがうまくいったわけではありませんでした。批判されればされるほど、彼はその怒りを力に変え、より強くなって帰ってきました。コービーはジョーダンの人生を隅々まで知ろうと質問し、バスケにおいてはポストアップやフットワークを彼から教わり、初めは迷惑がっていたジョーダンですが、兄に食らいつこうとする弟のように、コービーの執念は次第にジョーダンにも情熱として伝わっていき、一つ身につければまた新たな教えを請い、彼から向上心の炎が消え去ることはありませんでした。ジョーダンのフェイダーウェイすら自身の武器に変えてしまったコービーは、歴代最高のセンターといっても過言ではないシャキール・オニールと共にレイカーズで NBA の一時代を築いていきました。レイカーズでデビューした18歳の頃、コービー・ブライアントはルーキーとは思えないほどの自信に満ち溢れていました。その自信はレイカーズに入団したスーパースターのシャキール・オニールと衝突する原因にもなってしまいます。キャリアの全盛期に差し掛かるも、未だに初優勝を追い求めていた怪物は、コービーが成長するまで待てるとは一切考えてはいませんでした。そんな中、コービーはユタジャズとのプレーオフでの重要な一戦、大事な局面で4連続でエアボールを放ち、それは結果的にチームの敗戦へとつながってしまいます。この敗戦後、シャックはコービーの肩に手を回し、今日お前のことを嘲笑った奴らを忘れるな、そうとだけ伝えます。シャックはコービーのミスに怒ってはいませんでした。それは足手まといになると思っていたコービーだけが勝敗を決める局面でシュートを放つ勇気を持っていたからでした。しかしコービーが成長を遂げ、チームの中心選手であるシャックの位置に近づいていくにつれ、シャックはコービーの試合での自己中心的なプレーを批判し始め、コービーの試合への臨み方を張り切りすぎだとからかい、真逆の2人はある時には殴り合いの喧嘩に発展するほど衝突してしまいます。それでも2人は勝利への執念を持っていました。コートで力を合わせた時、彼ら2人を止められる者はいませんでした。コービーとシャックは NBA 歴代最高のデュオとして圧倒的な試合力でレイカーズを3連覇に導きます。それでも彼ら2人の間に生じたズレは修復不可能になっていました。シャックはレイカーズを離れ、加入したマイアミヒートでコービー抜きでの優勝を成し遂げます。コービーが NBA にやってきた初めの頃、彼は周囲の人々に自分の実力を証明しなければなりませんでした。それを終えて彼は次に自分自身に何かを証明するための旅に出ました。2008年には指を骨折しながらも、コービーはレイカーズのために、そしてオリンピックでは母国アメリカのために、手術を遅らせてまでシーズンを戦い抜きます。彼の犠牲は実を結び、レイカーズはファイナルにまで勝ち上がります。しかし決勝の舞台では往年の宿敵を前に完膚なきまでに敗れてしまいます。復讐心を燃やし、彼は翌年には再びファイナルの舞台へ戻ってきます。オーランドマジックを相手に2勝0敗のリードを取り、優勝の2文字が見えてくる中でも、コービーの顔が緩むことは決してありませんでした。彼はついに念願であった優勝を成し遂げ、ファイナル MVP を受賞します。4つ目のリングを手にした後でさえ、彼の心の奥底にはまだ一つ証明しなければならないことが残っていました。怪我を抱えながらコービーは2010年、3年連続でチームをファイナルに導きます。シャックと共に初めて手にした優勝から10年後、コービーはシャックよりも1つ多い5つ目のリングを手にします。勝ちたいという思いはコービーを突き動かす原動力でありながらも、怪我をしながらもチームを勝たせるためにフル出場を続けていたコービーのその思いは、ある時彼の体の限界を超えてしまいました。キャリアの晩年、アキレス腱を断裂したコービー。それでもコートに戻り、片足だけに体重をかけてフリースローを2本沈め、
コートを去っていく彼の姿は伝説となりました。それ以降コービーの引退までレイカーズがプレーオフに進むことはありませんでした。誰もが知っているコービーらしいパフォーマンスも帰ってくることはありませんでした。彼の現役最後の試合まではコービーの NBA での最後の一戦はユタジャズとの一戦でした。ルーキーの頃4連続でエアボールを放ったあの頃とは異なり、信じられないクラッチパフォーマンスに次ぐクラッチパフォーマンスで60得点を重ね、レイカーズを勝利に導いたコービー。この試合後、シャックはコービーの肩に手を回します。今回はコービーの最後にして最高のパフォーマンスを祝福するために、20シーズンレイカーズ一筋、コービー・ブライアントは2016年現役を引退します。 What can I say? Mamba out. And what brings you the most joy right now? Being with my family. バスケットボールから離れても彼の向上心が失われることはありませんでした。 NBA 最高の選手の一人としてコートを離れた彼は次に娘にとって最高の父親になることを目指しました。娘のジアーナには自身の持っている全てを叩き込み、父と共にトレーニングを続けていたジアーナはまるでコービーの生き写しのようでした。次の世代にアドバイスを送ることをコービーは惜しみませんでした。彼の情熱はバスケットボールをも超えていきます。コートでの彼の芸術的なプレーはコートを離れてもアートの一面に現れ、子供たちのために彼は本を執筆し、コービーが脚本・ナレーションを務めた映画 Dear Basketball はオスカーを受賞しました。ビジネスマンとしては自身のマンバブランドを立ち上げようと計画し、そして何より一人の父としていつの日か娘が WNBA の舞台に立つのを心待ちにしていたコービー。いつしかの若くして死にたいという思いは家族を持ち、娘たちのために少しでも長く生きたいという思いへと変わっていきました。しかし始まったばかりだった彼の第二の人生は突然終わりを迎えてしまいました。2020年1月26日、ヘリコプター墜落事故でコービー・ブライアントは娘のジアーナと共に帰らぬ人となってしまいます。誰もが初め信じようとはしませんでした。信じたくはなかった。ただの悪い夢であってほしかった。突然押し寄せたその紛れもない事実に世界は悲しみに打ちひしがれました。人はいつ死ぬのでしょうか。誰かがそれは人に忘れられた時だと言いました。史上最高のバスケットボールプレーヤーを目指したコービーの旅路は決して忘れ去られることはありません。彼がその生き様を通して伝えたことや彼の残した言葉はいつまでも私たちの心の中で生き続けています。永遠に。